のスプーンを作るよ。製作するスプーンのイメージをスケッチにします。今回のスプーンは飲み物に入れる粉を入れたり混ぜたりするのに使いやすい形にしてみました。今回使用する地金は950銀を使用します。全体の 95% が純銀で残りの 5% が銅の銀合金です。いつも使用している925銀よりも少し柔らかい地金です。それじゃ作るよ。溶かす器、チョコ皿は地金の種類によって分けて用意します。今回は950銀用に新しいチョコ皿を用意します。チョコ皿は素焼きのお皿なので使い始めるときは表面に本砂を溶かしてなじませておきます。素焼きのチョコ皿を熱して赤くなったところに本砂を少しずつ投入します。本砂は粉末なのでバーナーの勢いで飛び散らないように火を加減しながら溶かしていきます。本砂が液状になったら火を強めて伸ばすようにチョコ皿内に広げていきます。これを数回に分けて行いチョコ皿全体に本砂が行き渡るようにします。それでは950銀の地金を溶かして作る地金吹き開始です。酸素除去の炭素棒をぐるぐる。950銀のインゴット完成。3洗いして三角皮膜除去したら金槌作業に入ります。スプーンのくぼみのツボの部分と持つ箇所の柄の部分の境目に印をつけておきます。それでは金槌作業の鍛造の開始です。地金を真っ赤に熱した状態で加工する熱管加工でスプーンの形にしていきます。まずスプーンの広いツボになる部分を広げるように、金槌の狭い面のからかみを使い叩いて伸ばしていきます。続いて持ち手の柄になる部分を叩いて伸ばしていきます。途中地金が硬くなったら火を入れて焼きなましをして地金を再結晶させて柔らかくし、目的の大きさになるまで繰り返し作業を行います。スプーンのツボの部分は中から寸法が取れましたので柄の部分を伸ばしていきます。金槌は面の狭いからかみの部分で伸ばし、面の広いから鏡の部分で整えるよう使い分けています。目的の寸法が取れました。ヤスリで形を整えていきます。カニコンパスを使って真ん中に線を描いていきます。線に沿って糸の子を入れていきます。切り離した部分をさらに広げるため焼きなましをして地金を柔らかくします。水に入れて急冷するときは平らな面が割れることもあるので、まずは柄の部分だけ先に冷やしてから平らな部分を冷やすようにしています。それでは柄のうねうねした部分を作っていきます。ヤスリで形を整えていきます。ヤスリは粗め、中め、脂目の順で徐々に細かい媒手を使って作業を進めます。ヤスリが入りづらい箇所は糸の子を細かく動かして成形したりしています。ヤスリで整え終えたらやっとこを使って地金を曲げていきます。
重なり合う部分は密着するように片方をくぼませて溶接の準備をします。溶接作業の量付けを行います。小さく切った銀銅を溶接箇所に設置してバーナーの熱で溶かし込んで溶接します。銀は熱伝導率が高いので全体を熱して温度を上げていきます。また溶接部分が溶けるときは還元塩と呼ばれる酸素の量が少ない部分を当てて酸化による劣化を避けます。同じ作業を繰り返してスプーンの柄の部分を成形していきます。編み込んだスプーンの柄ができましたよ。溶接作業で出た酸化皮膜をキルー酸で除去します。キルー酸に浸した後は重曹の中和溶液に浸して中和してから水洗いしています。酸洗いを終えた銀の表面は白い酸化銀の状態になっています。細部をヤスリで整えて、スプーンのスクー、ツボの部分を成形していきます。壺のくぼみは地金を傷つけないように木製の道具と丸く削った木槌で叩いて成形しています。成形が済んだら地金の硬化のための熱処理を行ってからいよいよ仕上げの作業に入ります。今回のスプーンの柄の部分は木下げとヘラを使って仕上げていきます。まず木下げで削るように面を均一にしていきます。表面全体をまんべんなく均一な面になるように木下げを入れていきます。続いてヘラがけです。ヘラは超硬鋼の棒で鏡面加工している道具で地金をぐっと締めるので鏡面になるとともに表面の層を硬くすることもできます。ヘラがけは少し水で濡らして行います。豆バッフが入らない細部の仕上げの時などにも便利です。柄の部分ができたので、壺の部分をバッフで磨いていきます。研磨剤1500番で磨いていきます。仕上げの前に金賞とロゴマークを刻印します。刻印はヤニ台に固定して行います。これは松ヤニと地の粉、油を混ぜたもので熱を加えると柔らかくなり冷えると固まるもので、日本の金属工芸で古くから使用されているものです。固定する地金と松ヤニを火で熱してしっかりとくっつけます。絞った雑巾を乗せて冷まします。刻印を打ち込んでいきます。950の刻印とハマメリスのロゴマークの刻印を打刻します。刻印を打つときは、文字の上下や四隅の角をしっかりと打つようなイメージで打刻しています。打刻できましたよ。
闇台から地金を外すときは火で炙って外します。地金についた松ヤニはエタノールを使って除去しています。エタノールはシンナーやアセトンなどの有機溶剤より扱いやすいので使用しています。いぶし仕上げの後に研磨剤4000番で磨いていよいよ完成です。銀のスプーン、完成。さて、早速銀のスプーンを使って豆乳ミルを作るですよ。よく混ざるスプーンになっているでしょうか？なんか、普通だったよ。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画をお楽しみに。